おはようございます。先週の末に暖気が来まして暖かくなりました。ただ最高気温はあんまり変わらないですよね。最低気温だけ暖かくなった気がします。ちょっとね、仕掛けが調子が悪いんで、今日はちょっと仕掛けをいじってからの出港です。どうなってるかワクワクドキドキですけど、仕掛けじゃなくて網が汚れるからちょっと入りが悪いんかなと思ったりもしてます。だいたい網はね、1ヶ月に一遍自分は変えてます。この囲碁取りだけ 1.5 メーター分ぐらい変えてますね、毎月一遍。最後尾を月に一遍変えるだけで入り全然違いますね。やっぱりね、網汚れたら魚介の入りが悪いです。ではもう少しで6時なんで出港したいと思います。今日は曇り。わあ、もう1個目何も入ってねえな。漕ぎながら行く必要なさそうですね。いや、船の進みが速すぎるな、思った。ただ意外と現在仮の次のイエスじゃないかと言われる名古屋風が。では先々行ってみます。ちなみに今日のお天気は曇りです。おるやん。でも怪しいな、15ないでしょうね、これ。なさそうやな。これも収穫できんもんばっかりじゃないか。ただこの名古屋フグがね、今ね、案外カニヒラメに次いでエースなんですよね。やっぱ鍋のシーズン来ましたから需要があるようです。よっと、おーしい。これは来たな。できれば片爪あってほしかったですが、でも十分。しかもヒラメとのダブル。3つ目のエース名古屋フグと4つ目のエースゲタまで素晴らしい。よかった。1番目の悪かったもん取り返しましたね。これサクッと、これだけでいいよな。爪だけじゃろうか。さっきの仮の爪だけおるー。ナイス、スーパーナイス。お、ギリ15ありそう。この針用ならオレンジだしね。車庫もですね、ここの車庫は小さすぎて全く話になりませんけど、前回の動画で食べて身があったんで、これぐらいの拾えるサイズがいたらあれ以来拾ってます。自分の父親と同じパターンで海を落ちかけました。今危な。まだ寿命があって生きてもいいようです。ネックウォーマーとボスがビチョビチョになってしまった。おお、ビチョビチョ。ライジャケは着てますけど落ちたら持たんでしょうね。水温がね、もう低いんで。今日はもう生きて帰れたらよしとします。いや今のマジで危なかったな。今度は拾えるやつでしょう。さっきみたいにゲソゲソではない。イタボはいるのはいるんですけどね、逃げても死んじゃうんですよね、港に逃げても。ここでダウン。この前じゃないですか。
ずっすね。魚とエビのおアップな網でしたね。から多め。なんと入らんくなった。出た。出たが嬉しい。そうだこれ。今日はまあなんとこっちがよう見えることで。ね、これは吉野こちなんでいらんすけどね。空かと思ったら中身ありちゃったっす。珍しい。もう冷えたんでだいぶ渦も太ってるんじゃないでしょうか。おお、これはすごい。何人前取れるやら。刺身でいけるやつですね。うわ、これはすごい。本当に肉厚。カニが見えましたね。よかった。ナマコ今日2つ目。昔はですね、13度切ったら潜るってよく言われてたんですけど、今年はもう16度切ったら潜り込みましたね。海水温ですが、人間も暑い寒いって絶対的な温度があるわけじゃなく、秋になった時15度寒いと感じますけど、今15度は暖かく感じますよね。カニもそうっぽいですね。海水温高い年、今年なんかはもう16度切ったら寒いと感じたようです。お、珍しいです。胡椒じゃないですか。珍しいな。身が硬いですよねこれ。朝より昼からの方が寒い。寒くなるといよいよもうダメですね。ほんと魚の活性下がりまくって。あー来た。おお、言ってたら来た。よかった。まあ潮返しだけですね、いいの。今も潮返しなんですけど、さっきの朝の網もね潮返しの網で、もう潮返しだけですねえのはほんまに。あ、でもよかった。潮返しだけでもいい網があってくれて、これはかなり超えてるいいヒラメ。おお、重い。3キロやな。潮返しだけは入りますね、なんとか。ただすぐ潮も走り出すんで、
今日は曇ってるんで夕方パワーも期待できず、ただもうちょっとなんかいてほしいですね。しまいに雨が。おー、よかった。拾えるんかな。よかったよかった、拾える。オレンジ。なんとエイどけたら、エイの下にとんでもないものが。すげえ。一応まあヒラメで、さっきのヒラメでちょっとだけ安心したんですけど、大した浴びなかったですが、朝の潮返しと昼からの潮返しのおかげでなんとか、もうこれ一発いたらもういい。超安心。いやー、すごい。最後はほんまに雨っすね、今日は。さすがにもう終わったようですね。でもおった、嬉しい。オフですけど嬉しい。みんなも帰りましたね。もう自分もこれ次ラストにして帰りたいと思います。ラストはちょっとヒラメ狙ってみます。今日もまあいたらラッキー。ヒラメはダメでした。まあこんな日に潮返し以外にええもんなどおるわけもなしですね。ただ夕方になったらシャコしっかり出ましたね。曇りでもシャコはでも気温晴れないとあんまり出ないですよね。では帰ります。お疲れ様でした。ちょっと待ちなさい。お疲れ様でした。潮返し、朝の潮返しと昼からの潮返しのおかげでなんとか、はい、危ねえ。でもおりまへんか。おりまへんな。今日はみんな特におらんかったなと。も早い人はもう1時ぐらいに帰ったな。雨だしな。午前中に帰った人おったな。多分あれは東の兄貴に違いない。11時ぐらいにはもう帰れたな。まあでもなんとか大面とヒラメのおかげで、なんとかない。中面、大面中面ヒラメ2つのおかげでなんとかですけど、まあでも今日はそんなことより、まあ生きて帰ってこれただけ良かったです。落ち竜宮城へ行きかけました。3回目。何どうなったん。全く自分の父が落ちたと同じパターン。このパターンで何人も落ちてます。よかった、落ちんで。完全に死んでもおかしくなかったけど、落ちる瞬間におそらく他に誰かが足掴んでくれました。見えない誰かが。よかった。もうそうとしか考えられません。まあ命はとうに捨てとるけど、自分が死ぬのは構わんのですが、残った人が困るけどな。死なれんのんですよね、これが。まあよかったです。まあ寿命じゃなかったということです。要は。よかったよかった。一番の敵は、慣れによる油断ということをもう完全に身に染みました。皆さん今日もハードワークボレーお疲れ様でした。長芋焼酎、鳥取名物大古酒というもんですか。鳥取県名物、こちらも上圧上流室賀、こちら。こっちは書いてないですね。瓶はどんな感じなのでしょう。美しい。こちらも美しい。アルコール分はこちらが30度、こちらが25度だそうです。いただきました。実はこれツーリングの時に鳥取県よく行くんですけど、たまに見かけてね、買おうかなと思ってたんですよね。たまたま岡山の方が、もう YouTube の世界では岡山は端から端まで近所の方ですけど、近所の方が
送ってくださいまして、2本試し飲み比べしてみたいと思います。どちらもね、梅津酒造有限会社で、原材料は長芋、米麹、あと酒粕。やっぱり酒粕使ってるんですね。ではどんな味なのか。まずは香りからでしょう。芋臭い。米の匂いあんまり感じませんでしたね。でもある。あります。芋と米の香り。一緒ですね。でも、こっちの方がちょっと濃いかな、香りが。こっちの方が濃いな。上圧蒸留が関係してるんでしょうか。こっちの方が、こっちより匂いきついですね。あるやん、猫ちゃん氷。にゃんこ。にゃんこ氷と、肉球氷を。どちらも長芋焼酎なんですが、こちらは30度25度で、こちらは上圧蒸留。では飲み比べてみたいと思います。いい香り。いい香り。30度にしてはアルコール辛くもなく、香りがまず一番にいい香りですね。でも焼酎なんで、それはもう日本酒とかウイスキーなんかに比べると甘みとかはもちろん少ないですけど、焼酎の中では甘み感じる方なんじゃないでしょうか。悪くないですね。ではこちら、香りのちょっと強かった方。全然違う味わいが。驚きますね。同じ長芋焼酎でもこんなに違うんじゃ。もちろんこちら30度でこちら25度なんで、アルコール辛さがもうほぼない。で、クリアです。自分が感じるのは、こちらに比べてかなりクリア。口元に持っていくときに、瓶を直接香るとですね、香りがこっちの方が濃い気がするんですけど、口元に持っていくとですね、この瓶で嗅ぐのとは違うクリアな香りに変わりますね。グラスに注ぐと。で、味わいもクリアです。アルコール度数の違いでそう思うのかもしれませんけど、こちらの方が飲みやすい。ただこっちの方がやっぱりアルコール度数はやっぱ高い方が美味しく感じますね。それがなぜなんか自分にはちょっとわからんですけど。でも回数重ねるたびにちょっと味がわからなくなってくるというか、最初の第一印象で言うと、こっちはもうクリアで飲みやすく、スルスルいっちゃう感じ。こっちはちょっと最初焼酎にしてはちょっと甘み感じたんで、味わって飲む感じでしょうか。とても今日も楽しい飲み比べでした。送ってくださってありがとうございました。魚料理にしようかなと思ってたんですけど、今ちょうど本当にさっきです。頼島の漁師の後輩から連絡いただきまして、頼島のお隣に倉敷市の黒崎漁協というのがあるんですが、黒崎の一番海苔いりますって LINE くれたんですよね。もちろんスキップしながら取りに行ってきました。こちら、これ一番海苔の価値を見てくださってる方たちに本当に伝えたい。もうお宝中のお宝です。海苔の中でも一番海苔はもう別格です。その一番海苔の中でも高橋川の下流にある、そこに海苔のセットがある。海苔のセットいろんなところにあるんですけど、高橋川の真南にある海苔のセットの海苔、川の栄養がまともにいくところ、この黒さ、視聴者さん皆さんに分かってもらいたいけど、特に岡山県の人に本当分かってもらいたいんですけど、岡山の一番海苔のはもうほんまに自分はもう心からお宝だと思ってます。でもいくら自分がこれ伝えてもですね、なかなか手に入らんのでですね、でももうほんまなんか岡山県の人にはもうマジで食べてもらいたいですね。これと卵焼きを一緒に食べていただくともう昇天します。ただ今日は生海苔せっかくいただいたんで、やっぱりこのまま洗ってですね、醤油もしくは海苔の佃煮を作って食べてみたいと思います。本当に通な人は洗って醤油でいくそうです。自分もやってみたいと思います。もう洗ってる時のね、手触りがもう全然違う。もう本当にね、滑らか。たまらんっすね。洗ってる時にもたまらんっすね。本当にもう自分はもうお宝中のお宝だと思ってるんですけど、先にわさびはちょっとやめときましょう。先にちょっと海苔だけいきます。網にたまにね、海苔が、養殖の海苔がね、落ちたやつがかかるんですよね。それをね、沖で網で引っこ抜いて洗って食っても、それだけでも最高です。本当に。では一番海苔、一番海苔本当にちょっと食べる前に緊張するな。いただきます。
風味がもうレベチです。これ分かってもらいたいな。もう佃煮よりこっちの方がうまいんじゃないかな。もう海の香り、臭い方の海の香りじゃなくていい方の海の香りと海苔の風味と、まあ、頼島の醤油が甘口っていうのもあるんで抜群ですね。わさびの方いってみたいと思います。これもちょっと半端ないな。でも本当にいただきます。うまっ。できれば県北のすりおろしわさびでいきたかったですが、そんなもん当然毎日ストックないんで。でもやっぱりわさびあった方がうまいですね。ちょっとこの美味しさほんま本当になんか皆さんに分かってもらいたいけど、特に岡山県の人に分かってもらいたいな。これ牡蠣はね皆さん買いに行くと思うんですけど、海苔って売ってないですもんね。直売ないですからね。佃煮完成しました。福山のお米と岡山の黒崎の海苔コラボ行ってみたいと思います。本当はね切ってやるんですけど、切るの私が忘れてしまいまして、岡山の四方牡蠣と海苔のうちの黒崎の海苔いただきます。わさび大好きなんでわさび混ぜまして、ちょっと贅沢に一番海苔いただきたいと思います。毎年一番海苔とか最初の牡蠣食った時めちゃくちゃ感動するんですけど、もうボッケー感動っすね。もう美味しいのその先行ってると思います。これをどう表現したら伝わるのか分かりませんけど、自分もちょっと感動してほんと涙出そうなぐらいうまいっすね。海苔の中でも特に一番海苔、もうなんて言うていいのか分からんですね。本当にもう宝じゃな。ほんまにもう涙出そうなぐらいうまいっすね。感動してます。今回もご視聴ありがとうございました。